皆様こんにちは。恐竜祭りへようこそ。今回の恐竜は、デイノニクス。デイノニクスは、1964年に、イェール大学の、グラント・メイヤー教授と、ジョン・オストロム博士によって、アメリカ、モンタナ州で発見されました。1969年には、デイノニクスと、アーケオプテリクスの比較研究を行った、ジョン・オストロム博士によって、一部の恐竜は、ワニやトカゲなどの爬虫類よりも、鳥類のような代謝を持つ、活動的で知的な生物である、と発表され、ジョン・オストロム博士の教え子であった、ロバート・バッカー氏によって、広められたのです。以降、恐竜は、動きが鈍い、愚鈍な爬虫類、というイメージは一掃され、現代では当たり前の、活動的な姿をした恐竜が、復元されるようになったのです。はい。恐竜の理解を形作る上で、重要な役割を果たしたデイノニクス、どんな恐竜なのでしょうか。それでは、どうぞ。デイノニクスは、中生代、白亜紀前期の北アメリカに住んでいた、肉食性恐竜です。映画、ジュラシックパークシリーズで、ラプトル、と呼ばれている恐竜の、姿のモデルとして有名です。分類は、獣脚ア目、ドロマエオサウルス科。恐竜類では、トロオドン科と並んで、最も鳥類に近いグループです。最大体長4メートル、推定体重20から50キロ。後肢に、鎌型の大きなかぎ爪、シックルクローを持っているのが特徴で、学名の意味も、恐ろしい爪。ギリシャ語で、デイノスは恐ろしい、ニクスは爪です。生きていた時代は、約1億1500万年前から、約1億800万年前。白亜紀前期の終わり頃、アクチアン後期から、アルビアン後期です。この時期の北アメリカは、数百万年という短期間で、砂漠や半砂漠のような乾燥した気候から、熱帯性気候へと激変していく真っ最中。デイノニクスと同じ時代、同じ地層からは、テノントサウルス、サウロケルタ、アクイロプス、サウロポセイドン、アクロカントサウルスの化石が見つかっています。デイノニクスの化石です。この化石は、体長 2.4 メートルの個体のものです。全身のシルエットは、頭骨が大きく、前肢が長く、胴は短く、短足です。尻尾の長さは、骨盤から鼻先までの長さと同じか、少し長いくらい。首の長さは、頭骨よりも少し短いくらい。獣脚類では珍しく、口先から奥歯まで、歯の大きさが均一です。歯は大きく、かなり強く後方へ湾曲し、口の奥へ獲物を運ぶのに、都合が良い作りになっています。下顎のここがかなり膨らんでいて、噛むための強力な筋肉がついていたことが推測できます。獲物に噛みついて、頭を後ろに引くことで、肉を切り取るような行動をとったのでしょう。前肢はかなり細長く、3本指です。指先には湾曲したかぎ爪があります。第1子、親指、第2子、人差し指、第3子、中指で。第2子が一番長く、第3子の爪が一番小さいです。手首には、半月型の関節があって、鳥の翼のように、折りたたみできるようになっています。後肢は4本指で、
学名の由来にもなった恐ろしい爪は、第2子、足の人差し指の爪です。第1子は、足の側面の高い場所にあり、地面にはつきません。第2子、人差し指、第3子、中指、第4子、薬指です。足跡の化石とかかとの骨から、第2子の恐ろしい爪は、普段は持ち上げられており、2本指で歩いていたことがわかっています。2本指であること、後肢が短いことから、あまり足が速くなかった、とされていますが、推定されるスピードは時速40キロ。時速40キロは、人類最速、ジャマイカの、元短距離走の選手、ウサイン・ボルト氏と同じスピード。獣脚類では基本的に、前方へ向いている恥骨は、レイノニクスでは後方へ向いています。恥骨には、後肢を前に引き上げる筋肉がつく、という役割があり、恥骨と大腿骨が離れているほど、長い筋肉をつけることができ、大腿骨を大きく振り上げて、速く走ることができます。前肢が翼に変わることで、後肢で力強く走る必要がなくなったグループでは、恥骨が後方へ向いた仲間が現れます。レイノニクスの含まれる、ドロマエオサウルス科もそのグループの一つ。尻尾は、途中から骨質の腱に覆われています。ドロマエオサウルス科の尻尾の腱は、尾椎の関節突起から長く伸びていて、他の尾椎の突起に絡むという、ユニークな作りになっています。このような作りから、尻尾は、棒のように硬くすることも、ある程度柔軟に動かすことも可能だった、と考えられています。レイノニクスの学名の種小名、アンティルロプスは、釣り合いの取れた、という意味で、腱に覆われた尻尾が、バランスを取る際に舵の役割をした、と考えられたことが由来です。複雑な動きができる尻尾であることから、バランスを取る以外にも、役割があったのかもしれません。レイノニクスを正面から見ると、眼下がこっちを向いています。動く獲物との距離を取ることができる、立体視が可能だったのです。視覚で獲物を見つけて襲うことが得意な、生きた獲物を好むハンターだったのでしょう。レイノニクスの化石とともに見つかる恐竜で、最も多いのが、長脚類、テノントサウルス、次いで、鎧竜類、サウロテルタです。テノントサウルスは、生体の体長が8メートル、レイノニクスの2倍もあります。従来まで、レイノニクスは群れで大型の獲物を倒していた、と考えられていましたが、現在では、基本的に、単独で狩りをした可能性が高いとされています。レイノニクスと共に見つかる、テノントサウルスの多くが、幼体や亜生体であり、後肢の爪を使って、裂傷させて倒すなら、大型の獲物よりも、小型の獲物の方が効果が高いことからも、矛盾していません。鍵爪は獲物を倒すためではなく、押さえつけるために使ったのではないか、という説もあります。大型の猛禽類は、後肢に非常に大きな鍵爪を持ちます。爪は獲物を押さえつけるために使い、爪でとどめを刺すことはありません。獲物の上で翼を使ってバランスを取り、生きたままくちばしで肉を食べます。レイノニクスも、獲物を鍵爪で押さえつけながら、前肢の翼でバランスをとって、口で肉を切り取って食べたのかもしれません。白亜紀前期の終わり頃、約1億3000万年前から、海水面の上昇が始まり、後に、ウエスタンインテリアシーウェイとなる浅い海が広がるにつれ、周辺の気候は大きく変わっていきました。雨季と乾季が繰り返すような半砂漠気候から、次第に
亜熱帯気候、熱帯気候の森林へ激変したほか、白亜紀のちょうど真ん中頃、約1億1000万年前から約1億年前くらいには、ユーラシア大陸と北アメリカがベーリング陸橋を通じて一時的につながった時期があり、ユーラシア大陸からハドロサウルス類や角竜類、ティラノサウルス類が移入してきます。周辺の生物は、環境に適応して競合相手よりも優位になるか、食べ物や住処を奪われて、絶滅するかの選択を迫られたでしょう。ウエスタンインテリアシーウェイが、北アメリカを東西に分断する頃には、デイノニクスも、共に生きていた恐竜たちも、衰退して消えてしまいます。次回の恐竜は、ゴルゴサウルス。まったねー。